フライトジャケット塾開講です。バズリクソンズ神谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。塾長、はい、似合ってますね。ありがとうございます。今回は、はい、やっぱり年に一度、おさらいしとかなきゃいけないシリーズ、はい、G1 です。G1 です。もう定番中の定番、はい、ということで、今年のバズリクソンズ G1 のラインナップ充実してますよね。そうなんですよね。これは塾長に話をしてもらわなきゃいけないなと思って、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。フライトジャケットでレザーの一着と言いますと、A2 みたいなイメージがあるんですけど、定番っていうと A2 を思い浮かべる方多いです。海軍のレザージャケットを代表する G1、これもねやはりいいジャケットなんですよね。双璧ですよね。そうなんです。 A2 と G1 って、どちらも代表的な二型、レザージャケットで、ちょっと今回はその G1 に特化してちょっと話をしていこうと思うんですけど、襟にムートンがついてメインマテリアルがゴートスキン、で、1940年にこの G1 の元となる M422 というタイプからスタートしていって、いくつかその名前だけこう変わっていって、ほぼ外観は変わらないんですね。で代表的なここにある1950年代に採用された G1、これはここにも G1 とちゃんと書いてあるんですよね。55J14 というのが G1 でも一番最初の称号が与えられたジャケットで、その長い歴史の中でいわゆるそのゴートスキンを使ってラッカーコーティングで仕上げたものが大半なんですね。なんですが、その中にも変遷を探っていくとですね、いろんなバリエーションが存在するんです。でゴートスキンがゆえにいわゆるその小動物、大きい動物は、前おさらいしましたね。ハイド、ホースハイド、カウハイド、そうですね。小さい動物はスキンという世界的にそういう呼び方で呼ばれてるんですけど、ヤギは小さい方に入るということですね。なものですから、細かく無駄のないように裁断をしてるのが分かるんですね。作っていくとパーツが多いわけですか。小さい面積のものを無駄なく効率よくジャケットにしていくために、脇の下もこういう細かいパーツ、背中もこういうふうに細かくプリーツもあって動きやすく。 A2 だとこれが1枚ですよね。動物自体がホース入る馬が大きいので贅沢に取れるんですけど、これは無駄なく小さい皮を効率よく裁断してるっていう。その分立体的な形が作られてるという、なおかつ動きやすい、運動性にかなり優れてますね。今年のバズリクソンズの G1 コレクション、じゃあちょっと代表的、これも 55J14 も今シーズン定番でずっとやってるもので、そうです。じゃあちょっとそれ以外のものも見せていただきましょうか。すごいですよこれは。私も最初に見た時からすごいの作っちゃったなと思ってたんですけど、皮がまたちょっとすごくいい色なんですよ。今まで見たことないような色で。こちら何でしょう。これはですね、形自体は AN6552 と言いまして、アーミーネイビーの頭文字を取って両軍共用目的でできたジャケット。年代的には1944年から1947年ぐらいまでに採用されたジャケットなんですね。AN6552 っていう、先ほどの定番50年代のその G1 と言われるジャケット、大半がラッカーゴートなんですけど、これもね当時のコントラクターでいくつか種類がありまして、変わって一般的に言いますと個体差のない均一的なものが好まれるんですけど、これは逆にですね、あえて一着一着一枚一枚個体差のある革を最初からコンセプトで仕上げてみました。だからすごくこう表情にそうですよね、透き通った感じで、色味が透き通った感じで、あと何回も職人さんが染料を何回もすり込んでいくんですね。だから色味に深みがあるんですね。じゃあこれはこっちは、G1 のはこれラッカー仕上げですけど、ラッカー仕上げで、これは、アニリン染料仕上げで、最後に
固形のワックスを溶かしながら職人さんがまたこれワックスをすり込んでるっていう。そうなんだからそうするとこれちょっとしっとりとした、はい、質感が出るわけ手にですね。吸い付くような質感が、もう触っただけで味が出そうな予感がしませんか？なんかね、もうそうなんですよ。これ新品ですよね、これ。はい、新品です。なんかもう最初から少し風合いを感じるというか、はい、これは着てみたくなる。室内で見るよりも太陽光、自然の光で見ると余計にこの色の深みが。じゃあもう光によっても表情が、そうです。より変化するというか。あと職人さんが手作業ですり込んでるので、革のその色味の個体差とかもあえてこれにはすごく、はい。で染料仕上げがゆえにその革本来、ゴート本来の頭からお尻に流れる美しい脂肪感。はい。いいですね。はい。このつぶつぶした光沢、ゴートならではの。ザ・革っていう感じの。はい。触った感じもいいですね、これ。はい。美しい脂肪が背中にも縦使いをしているのでね、この頭からお尻にかけての美しくどこから見ても流れるような。はい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 。こちらの 55J14 の G1 と、はい、こちらどういうこの色とか革質以外だと、はい、何かまあ違いというか差ってあるんですか？まずは裏地の色ですよね。本当だ。こちらと比べると全然違いますね。なんか年代が古いとこのシリーズって割と赤みからだんだんこう淡いブラウンに変わっていくイメージがあって、こっちはダークブラウンの裏地なんですけど、こっちはちょっと赤みがかったブラウン。あとは先ほど触れた両軍共用目的ですので、襟裏を立てるとですね US という、こっちは US、N、もう完全に海軍。そうですね。はい、この辺りも意識してますね。またここの文字の雰囲気もいいですね。はい、これやはりコントラクターによって全部書体とか色味とか大きさもちょっと違いますもんね。違ったりとかして、これもちょっとそそられますよね。いや、ここがあるから襟を立ててきたくなるっていう人も多いと思います。あとは A2 と違ってそのポケットの縫製は2本針、本体もそのフラップもでこんな風にかがるボタン、だからもう A2 とちょっと明らかにイメージがもう違いますよね。そうですね。あとは裏地04で滑りやすくて、左身ごろの内ポケットが一つ、この古い時代からずっとその形は継承されている。内側に前立てもあって、この前立ての形状とかも55J14 とこの655に形状がこう違ってたりですとか、こっちは割とラウンドしてるんですけど、はい、違ってたり、そっちはちょっとこう角がくっきり出てますね。いや、これはそうか、 G1 ってそう改めてずっとこう継承されてる部分が長いことしかも続くわけじゃないですか。そうなんですよ。すごいジャケットですね。すごいジャケット。最初からほぼ完成形が40年代もほぼ完成形ですもんね。あまりこう外観変化がないっていう。はい、ありがとうございます。次はこれは、モデルでいうと何になるんですか？これは ANJ3A という、これもアーミーネイビーのまだシリーズ AN ですね。この2型なんですね。頭文字で AN という AN6552 かとモデルが ANJ3A。どっちが古いんですか？ほぼ同じ時期です。コントラクターが違ってこうなんて言うんでしょうね、前後するような感じですね。40年代ですね。でこれの特徴は、G1 系統長い歴史、フライトジャケットでももう一番長いんじゃないかっていうぐらいの型の中で、これ一般的にはゴートスキンなんですけど、 G1 といえばゴートスキン、この ANJ3A の当時これウィリス&ガイガーが手掛けたモデルなんですけど、これだけホースハイドを使ってる。非常にレアで貴重なモデルなんですね。馬革好きの人からしたら、やっぱり馬革好きっているじゃないですか。いるんですね。からしたらやっぱり G1 もちょっと違うよって諦めてた人、ゴートだから ANJ3A があるんですね。救いの神が。ゴートはゴートで先ほどのこ
この独特の脂肪感、はい、美しく流れる脂肪感もいいんですけど、やはりホースハイド最初はスムースですけど、はい、着込んだ時のそのシワ感というか風合いといいますか、これはこれでやはり馬川好きの方が喜ばれるところでもありますよね。ゴートとは違う皮の育て方ができるっていう魅力ですね。はいはい、これはベジタブルタンニングの、ピグメントフィニッシュのホースハイドを使ってますね。これも先ほど紹介した AN シリーズなので、先ほどコントラクターとモデル名が違うんで、はい、このまた変わった US という頭もそうですね、はい、N はない共用目的と、はいはい、あとはこの先ほどの AN6552 と、ANJ3A の以前は M422、はい、それから M422A という、はい、これもゴートを使ったレザージャケットだったんですけど、それにはねニッケル仕上げのジッパーがついてたんですけど、はい、このモデルから酸化処理を施された黒塗りのジッパーに変わるんですね。プラスにこれ酸化の黒く酸化させたブラスっていうのは、はい、こちら海軍のパイロットだから錆びやすいっていうことですか？はい、はい、それを防ぐためにこういう処理を施して、やっぱりね、はい、海で空母に搭乗してとかっていう方がいっぱい来てたわけですよね。もうじゃあこの海軍のフライトジャケットは途中からずっと黒くなると。そうなんですね。錆対策が必要だったわけですね。これ、さっき冒頭でも説明ありましたけども US で、このマークも US で共用目的で作られたっていう話でしたけど、はい、どの程度海軍だったんですか？当時の写真をこう見てるとですね、もうほぼほぼ大半が海軍、陸軍航空隊はほんの少しですね、ほんの少しの資料だけは残ってるんですけど、全部に回ってたとは到底考えつかないぐらいの、海軍のパイロット用にもう海軍が確保しちゃってたのか、そういうことなんですかね。それで後にその G1 にまたもう海軍専属になるっていう。そうですよね、はい、だから USN って書かれるようになるわけですもんね。陸軍航空隊での使用例っていうのが、物好きなパイロットが、俺もありきたいって来てたのかもしれないですね、もしかするとね。いや、このね革の違い、ホースハイドもそうですし、こちらの6552の、ワックスゴート、このそうですね、ワックスゴートの風合い、これはね本当に手に取って着て違いを確認してもらいたいです。こんな同じ形だけどここまで変わって違う種類によってね着心地変わるんだとか。やはり革レザージャケットってこの革の質感、そうですよね、これ重要ですからね。このねホースサイドのガツッとした守られてる感じの着心地もすごくいいですし、これをね体感してもらうために我々レザーズデーがあるわけですよ。レザーズデー当然揃ってますよね。G1 系、展示します。試着も OK ですね。試着もできます。これをですねもう皆さん着るチャンス、触れるチャンス、そして亀谷さんに質問できるチャンス、直接、もう目前です。レザーズデー目前ですから、この会がぜひ悩んでる人たち、どれにしようと悩んでる人たちは、レザーズデーで亀谷さんに相談してみてください。ぜひぜひ。楽しみです。頑張りましょう、レザーズデー。それでは今日の講義はこの辺りで。ありがとうございました。ありがとうございました。